これから日本の食文化についてお話をさせていただきます。まずは地理についてから始めます。日本は、ユーラシア大陸の東の果て、太平洋北西部に位置する細長い国土を持つ国です。そして国土の中心に背骨のように山が連なっています。そして周りには寒流と暖流が流れており、そのぶつかるところには両方の海流の魚が集まりやすく、また餌となるプランクトンが豊富で魚が繁殖しやすいため、魚の種類が豊富なのが特徴ですね。そして、日本は温帯気候であり、その国土の 70% は森林です。そして1年を通して比較的、雨が多く、年間の平均雨量が1700ミリという世界の平均の2倍になります。によって栄養たっぷりの野菜を育て、和食は水の恵みからあらゆる食材を得ているのです。そして亜熱帯の気候帯に囲まれ、アジアモンスーンに属しているため、季節の変化がはっきりしているのも特徴ですね。そのために季節ごとに食材が豊富にあり、日本人は食材の旬を大切にして、旬の食材や料理を通して季節を味わう文化を持っています。そして、日本人は自然からの恵みである米を主食として生きてきました。そして、日本において神様と、食べ物の関係は深く、私たち人間は、神様に生かされており、そして人間は神様からのお下がりをいただくという考え方が根本にあります。そして食材は神の創造物であり、完璧であるがごとく極力を手を、加えず、そして、人間ごときが味をつけることなどもってのほかという考え方を持っており、味は添えるもの、すなわち日本料理は、素材を生かすための引き算の料理と言えます。そして米は炊いて食べるだけではなく、麹の原料にもなります。そして麹とは麹菌という日本特有の微生物を蒸した米に繁殖させて作られたものです。そして麹と米が発酵すると日本酒ができ、水を一切加えずに出来上がるワインとは異なって、米と水と麹から酒ができ、酒がさらに発酵するとお酢ができます。また米、麹、麦と大豆から味噌や醤油が作れます。このように、料理に必要なものはすべからく米と水からできているということが言えますね。そして、日本料理は世界一、水を使い、また大切にしています。日本の食文化の中で、水より清いものはありません。食材を聖なる水で清める、洗い流すですね。そして食材のアクを取り除くために水でこしたり茹でたりします。そして酒を作ったり豆腐や生麩などを作り出します。まただしも水がなければ引けません。つまり、水がなければ日本料理を作ることができないということです。そして日本料理と西洋料理の水分量を比較しましたところ、懐石料理は 80%、西洋料理は 65% と、この数字を見るだけでも日本料理が、水分が多いということが言えますね。次に日本で最も代表的なだし、昆布とカツオから取る一番だしのご説明をさせていただきます。作り方ですけども、鍋に、軟水、できるだけ柔らかい水がいいですね。軟水と昆布を入れまして、火をつけて60度まで温度を上げて1時間保って、そして昆布を引き上げて温度を85度まで上げてから鰹節を入れて30秒経ったらこします。こうして一番だしが完成します。一番だしはシンプルでありながら昆布のグルタミン酸とカツオのイノシン酸という旨味成分によって構成されています。でここで、旨味の種類についてご説明いたします。トマトや昆布に含まれるグルタミン酸、魚や肉に含まれるイノシン酸、干した、マッシュルームに含まれるグアニル酸、そして貝類に含まれるアデニル酸、この旨味成分は4種類によって構成されています。先ほどご説明いたしました一番だしは昆布のグルタミン酸とカツオのイノシン酸が合わさることによって8倍の相乗効果をもたらします。あと昆布のグルタミン酸とドライマッシュルームのグアニル酸を合わせると15倍の相乗効果が生まれます。
ドライマッシュルームのグアニル酸にも非常に強い旨味成分が含まれております。この旨味成分の効いた出汁を用いることで、低カロリーかつ美味しい料理を作り出すのが日本料理の特徴です。そして、この旨味の出汁はゼロカロリーです。そして減塩作用もあります。そして最後に、日本では食事をする際に、いただきますと言います。このいただきますとはただ単に食べ物を体内に入れるという意味だけではありません。これは肉、魚、野菜などの命のあるものに対して、あなたの命をいただきます。あなたの命は私の命として生き続けます。という感謝の込めた言葉です。だから自分のために命を落としてくれたものに対して、粗末にしては申し訳ないということで、日本人は、食べ物を残さず全部食べる、そして粗末にはしていけないという考えます。これをもったいないと言っています。最後に、食文化、食習慣は、それぞれの国の宗教、文化、風習、気候風土によって大きく変わります。今日は日本の食文化、食習慣を通じ、日本のことをもっと知るきっかけになってほしいと思って、このように、レクチャーをさせていただきました。